ゲームサーからコスパ最強のコントローラーが発売。長寿命のホールエフェクトスティックとトリガーストップ搭載。充電ドック付きでフェイスプレートの交換可能。この性能で任天堂純正のプロコンよりも安くコスパ最強。その名もゲームサースーパーノバ。今回は実際に使用してみて感じたいいところと残念なところを紹介します。コスパ最強コントローラーを探している方はぜひ参考にしてみてください。ゲームサーは高性能で低価格、コスパ最強のコントローラーを多数販売しているゲーム周辺機器メーカー。最近では TMR スティック搭載でトリガーをマイクロスイッチに切り替えられるのに低価格のコントローラー、サイクロン2や ABXY ボタンが回転するギミックが搭載されたタランチュラプロなど人気のコントローラーが発売され、注目度がアップしているメーカーですね。今回発売されたスーパーノバのカラー展開はホイップピンクとナイトフォールブルー。対応機器は Windows、Nintendo Switch、iOS、Android。接続方法は有線接続、Bluetooth 接続、USB ドングルを使用しての低遅延の無線接続です。スティックはホールエフェクトスティックが搭載。トリガーストップ搭載でトリガーの深さを切り替え可能。ポーリングレートは有線、無線、両方とも 1000Hz。入れ替え可能な ABXY ボタンに着せ替えができるフェイスプレート。背面ボタンは2つ搭載でお好きなボタンを割り当て可能。充電ドック付きで充電簡単。PC ソフトウェアで詳細カスタマイズが可能。機能盛りだくさん。万能なコントローラーです。外箱はこんな感じです。まずはスーパーノバですね。ピンクのグラデーションが可愛い外観です。次は USB ドングル。こちらは充電ドックです。一番下には USB Type-A to C ケーブルとステッカーや取扱説明書が入っています。取扱説明書は中国語ですね。日本語では記載されていませんね。内容物はこちらです。サイズはプロコンと比べるとこんな感じです。重さは 265g。プロコンよりほんの少し重たいですね。正面の外観はこんな感じ。任天堂純正のプロコンとボタン配置は似てますね。スーパーノバのフェイスプレートはマグネットで着脱可能。別売りのフェイスプレートで簡単に着せ替えをすることができます。ガラッと雰囲気が変わりますよね。見た目にも飽きのこないコントローラーです。ABXY ボタンは Xbox 配列。押し心地はカチカチとクリック感のある押し心地。マウスのような押し心地のマイクロスイッチボタンではありません。直径は約 10mm です。ABXY ボタンはこのように入れ替えが可能。スイッチレイアウトや Xbox レイアウト、ゲームスタイルに合わせて変更することができます。スティックは長寿命のホールエフェクトスティックが搭載。ゴム感が強く滑りにくく感じます。直径は約 17.9 ミリですね。スティックの周りにはリングが搭載されていて摩耗を防いでくれます。ちなみにフリークは私が持っているフリークの中ではぴったりはまるものがありませんでした。プロフリーク2をかなり力を込めるとはまりそうでしたが、スティックが傷つきそうなのでやめておきました。スーパーノバは少しスティックの直径が大きいですね。十字ボタンは一般的な十字ボタン。押しやすい押し心地です。上部の外観はこんな感じです。プロコンとはボタンの形状が違いますね。スーパーノバの形状は PS5 のデュアルセンスと似てます。左側には LB ボタンと LT トリガー。右側には RB ボタンと RT トリガーが搭載。
LB、RB ボタンはカチカチとクリック感のある押し心地です。LT、RT トリガーはふかふかのホールエフェクトトリガー。背面のトリガーストップを切り替えると浅めの押し心地のトリガーになります。ふかふかのトリガーと浅めのトリガー。ゲームによって使い分けができますね。背面の外観はこんな感じ。変わった形状の背面ボタンが2つ搭載されています。少し硬めの押し心地です。コントローラーを握るとちょうど中指で押しやすい位置にあります。押し心地が少し硬めなので誤爆してしまうことはなさそうです。グリップはこんな感じ。全面ラバーのグリップで滑りにくいです。プロコンと比べてみるとスーパーノバのグリップは横に広がっていて太さも太いです。握り心地もプロコンよりも大きいですね。充電ドックはとってもシンプルなデザイン。背面にはタイプ C ポートと USB ドングルを接続できるタイプ A ポートが搭載。底面は一面ゴム素材で滑りにくくなっています。スーパーノバを乗せるとこんな感じで光ります。コントローラーとつながるとハート型みたいな光り方でとっても可愛いです。スーパーノバは PC ソフトウェア、ゲームサーコネクトソフトウェアで様々なカスタマイズをすることができます。ボタンではボタンの割り当て、コントローラーのボタンだけではなく、キーボードやマウスのキーも割り当てることができます。連射や枕の設定もできますね。スティックではスティックのデッドゾーンやカーブの調整、スティックの軌道の調整もできます。モーションではコントローラーを傾けるとジャイロのような操作ができるようになる設定ですね。トリガーではトリガーのデッドゾーンの設定とカーブの調整、トリガーのモードの設定もできます。振動では左右の振動の調整。照明ではコントローラーの LED の細かい設定ができます。任天堂スイッチに接続してスプラトゥーン3をプレイしてみました。ジャイロ感度はこんな感じです。任天堂純正のプロコンに比べるとほんの少しだけ上下の感度が重たいかなという感じがしますね。一般的なサードパーティー製のコントローラーのジャイロ感度という感じです。ですが実際にスプラトゥーンをプレイしてみてもジャイロの重たさは特に気にならなかったのでプレイには支障ないと思います。ジャイロ感度よりスティックの硬さが少しだけ気になりました。プロコンよりもほんの少し硬めなので慣れるまではイカロールがしにくく感じました。慣れてしまえば問題なくプレイできましたね。スティック感度や握り心地などその他の機能については特に違和感はなく、プロコンよりも低価格でカスタマイズ性が高いコスパのいいコントローラーです。ちなみにスイッチに接続した場合、ホームボタン長押しでスリープの解除が可能です。スイッチで使用する際に便利な機能ですね。次はパソコンに接続してゲームをプレイしてみました。スティック感度はこんな感じですね。問題なさそうですね。ぬるぬる滑らかに動きます。デッドゾーンはコントローラー本体で0に設定しています。ほんの少しの傾きにも反応しているので、デッドゾーンは0になっているようですね。次にポーリングレートを計測してみました。有線接続は 1000Hz 出てますね。USB ドングルでの無線接続はこちらも 1000Hz 超えです。この価格帯で有線接続だけではなく無線接続も 1000Hz なのは優秀ですね。ゲームをプレイしてみた感想としては特に気になる違和感はなかったですね。ボタンはマイクロスイッチの押し心地ではないですが、カチカチとしっかりクリック感があるので押しやすく、トリガーはトリガーストップで押し心地を浅めに切り替えることが可能。FPS や TPS、格闘ゲームが操作しやすくなってとっても便利です。
ラバーグリップは握り心地が良く滑りにくい。背面ボタンはクリック感固めで押し心地が良く誤爆もしにくい設計。パソコンで使用した場合は特に気になる点はなく快適にゲームをプレイすることができました。今回はゲームサーのスーパーノヴァをレビューしました。私が思うスーパーノヴァのいいところは、長寿命のホールエフェクトスティックが搭載。浅めの押し心地のトリガーに切り替えができる。ABXY のレイアウトを入れ替え可能。全面ラバーグリップで滑りにくい。ポーリングレートが有線、無線両方とも 1000Hz。充電ドック付きでパッと充電可能。別売りのフェイスプレートで着せ替えができる。低価格でコスパ最高というところですね。少し残念なところはトリガーの切り替えがマイクロスイッチではないところですかね。カスタマイズ性が高く低価格でコスパのいいコントローラーだと思います。今回の動画は以上です。チャンネル登録と X のフォローもぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。